こんにちは、村雲です。今回の動画では、今年の2月で納車から3年を迎える私の GR スープラに対してかかった保険代などの維持費と、これまで購入した自動車関連アイテムの合計金額を納車1年目の振り返り動画同様公開していきます。スープラやその他スポーツカーの購入を考えられているからの参考になれば幸いです。また、改めてですが、これまでの3年間、無事故で過ごすことができました。これからもスープラ関連の情報発信していきますので、よろしくお願いいたします。まずはローン代です。私の所有している GR スープラは RZ グレードであり、購入時の込み込み価格が約740万円でした。この金額に対して私は500万円ほど頭金として支払い、残りの金額を3年ローンとしており、ローン支払いの内訳としては、月々3万円、年2回のボーナス時に20万円となっており、ここからローン代として年間76万円使っていることになりますが、この2月でようやく完済することができました。やっと手続き上も自分の車になりましたね。ちょっと感慨深いです。そして月々の家計を地味に圧迫していたローン代がなくなるので、気持ち的にもかなり楽になりましたね。この浮いた分をまたいろいろなところに使っていきたいと思います。続いて駐車場代です。私は現在アパート暮らしをしており、そのアパートの駐車場代が月々5000円となっています。そのため年間を通して駐車場代で約6万円かかっていることになります。余談ですが、現在青空駐車となっており、やはり青空駐車をしていると、先日の雪や霜の影響ですぐ車が汚くなってしまい、洗車の頻度が多くなってしまっていますね。キーパーのコーティングを毎年実施するようにしていますが、それでも汚れが気になります。基本的に平日は運転していないので、カーカバーの購入も考えてはいるのですが、使い勝手など少し不安であり、おすすめなどありましたらご教示いただけると幸いです。続いて自動車税についてです。私のスープラは RZ グレードであり、その排気量は3リッターであるため、税金として5万円を納める必要があります。なかなか大きな出費となっていますが、直録返事の魅力を享受するためであるため、致し方ないですね。続いて保険代についてです。私の保険の内容としては、26歳以上保証、等級が20等級、通勤には使用していないので、レジャー目的使用、本人、配偶者限定、車両保険740万円を設定しています。この保険の内容で月々の保険料が約6500円となっており、1年間に換算すると7万8000円が保険代としてかかっています。無事故のため等級を維持できているので、このまま安全運転に努めようと思います。ちなみに私が選択している保険のスープラの両立は、車両11、対人10、対物7、障害7となっていました。スポーツカーであるため、一般的な相場よりもやはり高めな気がしますね。次に燃料代です。これまでの累計の走行距離が 28,615 キロとなっており、3年目では1年間で約9,500キロほど走行したことになります。現在の私のスープラの平均燃費は 11.2 キロとなっています。8速という多段 AT と大トルクの影響もあり、大迫力に分類される車でありながら、この燃費はかなりいい方だと思います。ちなみに私は常にアイドリングストップをオフにしているため、もっと燃費が良くなる可能性もあり、スープラの維持を気にされている方には朗報かと思います。この燃費の 11.2 キロと走行距離 9,500 キロ、さらに愛知県の廃屋平均価格170円で基づいて計算すると、この1年間で燃料代としておおよそ14万4000円かかっていることが分かりました。やはり昨今の燃料代は高いですね。燃費を気にする車ではないことは承知の上ですが、勘弁してほしいです。続いて、高速代です。YouTube を通じていくつか発信させていただいていますが、移動制限が緩和されつつあった1年であったため、実家への帰省などの長距離ドライブや各種自動車関連イベントに参加させていただいています。ドライブ関連で特に印象に残っているのが、去年同様、市島スカイラインですね。走りも十分に楽しめますし、
要所要所で見張り抜群の絶景、撮影スポットが点在していますので、ぜひとも天気情報をチェックし、開催時に向かわれることをお勧めします。自動車関連のイベントとしては2回目になりますが、スープラの全国オフ会の参加と東京サロンが特に印象に残っており、スープラオーナーさんとの交流やプロショップのレベルの高いカスタマーを目の当たりして、昨年の参加同様、カスタム費用が刺激されっぱなしでした。これらの投影のため、高速料金としてはこの1年間で13万9000円かかっています。まあこれは仕方ないと割り切ろうかと思います。続いて昨年度にはなかった項目なのですが、サーキット走行台になります。昨年に愛知県にある美浜サーキット、スパニューシュラサーキットにてサーキット走行を楽しみました。サーキット走行にあたって必要なアイテムは自動車アイテムの購入代に含んでおりますので、純粋な走行代としてこの2回を合わせて約1万1000円となっています。日常使いでは発揮できないスープラのポテンシャルを引き出すことができ、非日常な体験を得られるため、これからも走行頻度を上げていこうと思っていますが、それゆえの消耗品の出費などが増えそうで、そこだけが心配ですね。続いてメンテナンス代です。この1年間で半年点検と初めての車検を受けました。車検に関して詳しくお伝えすると、私の場合、初回ということもあり、消耗部品の交換もありませんでしたので、かかった費用の項目としては、一般的な24ヶ月点検の点検費用と、重量税や自賠責保険料などの法定費用のみとなっており、車検代金としては約9万円となっていました。Twitter にて他のオーナーさんの情報を見ていると、もう少し行ってしまうのかなと思っていましたが、予想よりも安く済んで助かりました。このため、整備費用として半年点検合わせて約10万4000円かかっています。これに加えて、キーパーにてクリスタルキーパーを施工いただき、コーティングを復活させています。このサービスの料金として7万7000円かかっています。これはふるさと納税を実施したことによる返礼品としてクリスタルキーパーを実施いただいたため割高になっており、実際に節税にはなっているのですが、一応加えておきます。また DIY でトムスのパワーボックスを取り付けた際の高確認を行うためのパワーチェックを実施いただき、その費用が約1万6000円となっていました。結果としてメンテナンス管理の費用としては約19万7000円かかっており、車検があったこともあり、かなり昨年から増額してしまっていますね。最後に自動車アイテム代です。この1年間でスープラに追加したアイテムの一覧がご覧の通りとなっており、外装関連ではホイールが21万円、車高ダウンのためのハイパーマックスツーリングが工賃込みで12万円、ミラーカバーが6000円、化粧ナンバープレートが4800円となっており、内装関連では傷つき防止のラバットが3900円、エンジンのパワーアップアイテムとしてトムスのパワーボックスが4万9000円、その他サーキット走行用のグローブが1万7000円となっていました。結果として自動車アイテム関連の合計金額は約41万円となっていました。この購入アイテムの中でやはり最も気に入っているのはホイールですね。ホイールを変えただけで車の印象がガラリと変わることに加えて、印象が大きく変わることで自分のものになった感が増し、所有満足度をかなり上げてくれます。安い買い物ではなかったですが、全く後悔していないですね。これら金額をまとめると、この1年間でスープラに費やした合計金額は184万4000円であることが分かりました。なかなかとんでもない金額ですね。昨年度よりも約40万円増となってしまっています。合計金額に対するそれぞれの項目はご覧の通りとなっており、ローン代に次いでアイテム代、メンテナンス代となっています。やはりホイールや車高ダウンなどの一つずつがデカめのアイテムを今年多く買ってしまったことや、車検があったこともかなり効いていますね。ただ、駐車場代や保険料などの固定費と異なり、カスタム系のアイテムは購入してしまえばそれまでではありますので、来年度も同じ額の金額がかかるということではないこと、また、ローンに完済したということはかなり大きい点でありますので、スープラに1年間でかける費用としては、殺して頭打ちになるのではないかと思います。今回の維持費のまとめが、一スープラオーナーの事例として参考となれば幸いです。ここからはおまけです。私の中でスープラカスタムとしては、ノーチャラ頃から思い描いていたイメージにかなり近づき、
ほぼ完成に近いかなという感じです。その上で今年買うかもしれないカスタムのアイテムとしては、サイドスカートですね。何度かお伝えしているように、こちらにマッコスオレさんプロデュースのものを取り付けるかもしれません。また、サーキットの走行頻度を高めていたいことを申し上げましたが、その懸念としてタイヤなどの消耗品を購入することになるかもしれません。すでに2回のサーキット走行や3万キロ近くの走行によって、サイドウォールのひび割れの兆候が見られますので、おそらく今年中の履き替えが必須であると考えられるため、今年からスープラ関連の出費としては、消耗品関連の出費が大きな割合を占めるかもしれません。また、その都度動画で紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。今回の動画の内容としては以上となります。このチャンネルでは他にも、新型車の情報や、愛車のスープラ関連の DIY 情報の発信を毎週行っております。自動車好きの方の参考となる情報を発信していけるよう努めていきますので、動画の高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。また、動画内で実施してほしい企画などありましたら、コメント欄までよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。